こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、国内最高峰自動車レースである全日本 GT 選手権唯一の犠牲者となってしまったレーサー、立慎吾について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。全日本 GT 選手権って改造市販車のレースよね？派手に塗装されたスポーツカーが集団で走るの、大迫力よね。ああ。現在ではスーパー GT の名称になってるな。鈴鹿8タイヤ F1 日本グランプリと並ぶほどの観客動員数を誇る、国内最大のレースの一つだ。立ちはそのレースにわずか20歳で挑戦するほどレーサーとして高い才能があった青年だった。これから解説していくぜ。頼むわね。立慎吾は1977年生まれ、東京都出身だ。父親はモータースポーツ界の巨人、立信秀。父親はモータースポーツの黎明期において、トヨタのワークスチームの一員としてレース界を大いに盛り立てた伝説的なドライバーだ。1974年、75年には世界の有名ドライバーが集合するマカオグランプリの市販車クラスで連勝。マカオの虎と呼ばれた。世界への登竜門的なレースで連勝。アイルトン・セナはここで優勝したのが F1 デビューするきっかけになったのよね。そして父親は現役引退後、株式会社トムスを設立。レース運営やパーツ販売を行う会社で、1992年にはルマン24時間レースで日本人を初めて表彰台に立たせた。レースチームは今でも国内最強格だ。立慎吾はそんな偉大な父親、そしてトムスのバックアップを受けレーサーとしての英才教育を存分に施された。1989年、11歳の時にカートデビュー。本拠地は新東京サーキット。よく父親に連れて行ってもらい腕を磨いた。1990年にはすでにレースに出て活躍していた。1991年、フレッシュマンレースに出場。予選はポールポジション、決勝では優勝している。14歳ぐらいよね。すごい。中学卒業後の4月には早速都営。深いカートの歴史を持つイギリスの地で本格的なカートの修行に入った。確かアイルトン・セナも若い頃、修行のためにイギリスへ行ってたわよね。ああ。イギリスでは立ちと同じくレーサーを志す青年、横山隆、真田誠介、高木真一らと仲良くなった。カートはすぐ卒業しフォーミュラカーへ。1994年、フォーミュラボックスホールに挑戦。最高6位。1995年、フォーミュラボックスホールジュニアに挑戦。最高4位。シリーズ年間順位は11位。そしてイギリス留学の集大成が1996年。この時まだ19歳だ。立ちはステップアップしイギリスフォーミュラ3選手権の B クラスに参戦。立ちはポールポジション5回、優勝2回の大活躍を見せる。サイモン・ウィルズと最後までチャンピオンを争い、最後は9ポイント差で競り負けたがシリーズ2位だった。下位クラスとはいえ群雄割拠のイギリス F3 選手権で総合に行ってすごい。1997年、19歳。満を持して立ちは帰国。4年近くにわたるイギリス留学を終えた。いよいよ日本国内でその力を試す時がやってきた。出場したのは国内最高峰、フォーミュラ日本の下位レースである全日本 F3 選手権。もちろんチームはトヨタトムスだ。ドキドキ。ここで立ちは3位表彰台に2度立つ構想を見せ総合6位の成績だった。19歳で全日本に出てこの成績。存分に存在感をアピールできた。ずっと海外にいて国内サーキットは走り慣れていないはずよね。すごいわ。留学中もたまに帰ってはいたけどな。チャンピオンはチームメイトのトム・コロネルだった。立ちはチャンピオンの走りを間近で見て技術を吸収した。しかしこの1997年は立ちにとって喜ばしい年ではなかった。全日本 F3 選手権全10戦の9戦目、富士スピードウェイ。共にイギリス留学で切磋琢磨した仲間、横山隆が決勝レース中の事故で亡くなったんだ。立ちの6歳年上で立ちにとっては兄貴分だった。前を走る車との衝突をきっかけにマシンが宙を舞い、高さ5メートルの電光掲示板に激突するという考えられない大事故だった。軽いフォーミュラカーとはいえ、そんな高く飛ばされるなんて。詳しくは別の動画で解説してるからそっちで確認してほしいぜ。1997年はスーパー N1 耐久という改造スポーツカーの耐久レースにもフル参戦した。十勝24時間など長時間を走る体力が問われるシリーズだ。立ちはトヨタセリカを借り、クラス2ではあったがここでも総合4位に入った。立ち選手、フォーミュラカーだけじゃなくてスポーツカーもいけるのね。翌1998年、日本帰国後2年目は大躍進の年だ。前年同様に全日本 F3 選手権、スーパー N1 耐久クラス2にエントリー。そして新たにスポーツカー最高峰の全日本 GT 選手権、現スーパー GT の GT300 クラスにもフル参戦した。
3つのシリーズにフル参戦、忙しいけど、乗れるシートがそれだけあるっていうのは期待の表れね。たちは早速活躍を見せた。全日本 GT 選手権の開幕戦、鈴鹿で優勝、大舞台での優勝は初めてのことだ。おめでとう、優勝来たわね。しかし、ここでたちはまたも自身が参加するレースで大事故に遭遇してしまう。全日本 GT 選手権の第2戦、富士スピードウェイだ。横山隆選手の事故も富士スピードウェイだったわね。レース開始直前のフォーメーションラップ、大雨で視界が悪い中、先導するペースカーのペース配分ミスで数台を巻き込む大事故が発生。太田哲也の乗るフェラーリ F355GT のガソリンタンクに引火し、マシンは大爆発。さらには消火が遅れたため太田氏は大火傷を負ったんだ。これも別の動画で解説してたわね。文字通り血が滲む壮絶なリハビリ活動だったわね。3戦目以降も全日本 GT 選手権では大活躍。優勝が続いた。日本最大級のレースで連勝、とうとう覚醒したわね。どうしてこんな勝てるの？大きかったのはペアドライバーの鈴木圭一の存在だろう。たちより30近く年上の超ベテランで、2年前の全日本 GT 選手権のチャンピオンだ。たちにとっては師匠とも呼べる存在で、散々鈴木から技術を学ぶことができた。この鈴木圭一、たち慎吾のペアの決定には父であるたち信秀の思いも多少影響しているんだろうな。鈴木圭一はトムスで何度か走っており、トムス設立者であるたち信秀からの信頼は厚かったはずだ。日本に帰ってきた息子さんには一番信頼できるドライバーを当てたいものね。またたち慎吾の連勝の理由としてもう一つ、土屋エンジニアリングの手掛けるトヨタ MR2 が単純に速かったというのが挙げられる。土屋エンジニアリングがトヨタ MR2 で全日本 GT 選手権に初めて挑んだのが1996年。今回3年目の挑戦でようやく最高のマシンが完成したんだ。この1998年の全日本 GT 選手権、全8戦のうち中市街地戦、取りこぼしが1戦、後の6戦で立ち鈴木ペアが優勝しチャンピオンを獲得した。この時まだ立ちは21歳、最年少チャンピオンの誕生だった。最年少、大記録作っちゃった。前年総合6位だった全日本 F3 選手権は総合3位と躍進。惜しくも優勝はなかったが全10戦で2位に4回も入った。2位が4回？惜しい、F3 でも優勝できれば文句なしだったのに、誰が立ち選手の優勝を阻んだの？この年、日本に来たばかりのピーター・ダンブレックだ。取りこぼしたのは2戦だけ。8戦で優勝する圧勝のシーズンだった。チームはトムスだ。それチームメイト、2年連続でチームメイトがチャンピオンって、嬉しいような悲しいような。二人は11月にマカオグランプリにも招待された。世界中で開催されている F3 のチャンピオンが集まって戦う F3 の世界一決定戦だ。立ち信秀さんが活躍したレースね。難しい市街地コースだから、初見だと好成績どころか完走も難しいとされている。しかし2レース総合で立ちは30代中なんと13位に入った。素晴らしい構想、我が日本の F3 チャンピオンの方は？ピーター・ダンブレックは僅差でマカオグランプリを制しチャンピオンになった。チームメイトがチャンピオンのパターン多い。スーパー N1 耐久シリーズは前年と同じく総合4位。こうして3シリーズにフル参戦した棒を極めた1998年は幕を閉じた。この年の存在感はすごかったわね。十分アピールになったと思うけど、翌年は一体どこで走ることになるのかしら？翌年はすごいぞ。まずフォーミュラカーレースはステップアップ。日本最高峰のフォーミュラ日本の参戦が確定していた。F1 以上の速さと言われるフォーミュラ日本、21歳で参戦とか有望すぎるわ。1998年12月に鈴鹿サーキットでフォーミュラ日本のマシンを初走行。驚くほどの乗りこなしを見せ翌2月にチーム TMS から内定をもらったんだ。全日本 GT 選手権ももちろんステップアップ。GT300 最年少チャンピオン様なんだから当然だよな。GT500 クラスへの参戦が確定していた。フォーミュラと GT、この2つのレースの最高峰クラスに出るってもう完全に日本のトップドライバーの証ね。ああ。いよいよ進化が問われるとも言えるな。トップカテゴリーでどこまでの活躍ができるか、立ち慎吾の1999年シーズンに誰もが注目していた。ところが、シーズン開始の前、誰もが思いがけない大事故が起こってしまったんだ。ここからは辛い話なのね。全日本 GT 選手権の開幕、鈴鹿サーキット戦が3月20日。フォーミュラ日本の方はやはり鈴鹿で4月17日から。3月は開幕戦に向けたマシン調整で大忙しだった。3月4日、5日は鈴鹿サーキットで GT の方の公式テスト。400馬力を超えるトヨタスープラは走り慣れた MR2 よりハイパワーだが、立ちは特に問題なく乗りこなした。テスト走行とはいえ、
ちはトヨタ勢では最も早く全体としても5番手となるタイムを叩き出す。GT500 クラスでも全然やれるわね。その翌週、3月8日、9日がフォーミュラ日本の方の公式テスト。やはり立ちは早い。全体として8番手のタイムを刻んだ。すごく忙しそうだけど、こっちも快調ね。3月9日、テストが終わると早速次のテストに向けて移動。鈴鹿サーキットを出て白子駅まで立ちを車で送ったのは幼少からの親友でありレーサーの荒誠治。F3 に出場予定の荒誠治は鈴鹿でのテストがあり残った。荒誠治が元気な立ちの姿を見たのはこの時が最後になってしまった。そして運命の1999年3月11日。立ちの次なるテストは GT の方。場所は TI サーキット間。岡山県だ。今の呼び名だと岡山国際サーキットね。立ちからすると走り慣れたサーキットだ。前年の GT 最終戦もここ TI サーキット間で、MR2 に乗って優勝してるしな。ここでのテストは先日の鈴鹿と違って非公式なテストだ。トヨタ系の3チームは一般のスポーツ走行枠を使ってテスト走行していた。普通に走りに来た一般の方、異常に速いマシンがいて驚いたでしょうね。事故が起こったのは16時45分頃だ。その時間はたまたま一般の車両はほぼおらず、トヨタの他の2台もピットで調整中だった。立ち選手は単独でマシンを走らせていたのね。現場はこの先の、第1コーナー。急な中低速コーナーだから減速さえすれば大きな事故になるはずがない場所だ。このホームストレート、もちろん全速で走る。時速240から250キロ出ていた。もうすぐ第1コーナーだ。普通はカーブ手前150メートルで減速を開始する。立ちのマシンはなぜか全く減速しなかったんだ。どうして？何かあったには違いないわね。マシンはコースアウト。30のタイヤバリアに激突した。ここは中低速コーナーではあるがコース外のグラベルはしっかり取られている。最大40メートル、しかも奥は坂になっている。しかし時速200キロ以上の速度で突っ込むマシンなんて止めようがない。かなりの勢いでタイヤバリアに激突したのを係員は目撃した。コースには即時赤旗が掲示され、走行中断となった。事故の1分後には待機中の救急車両が現場に到着。立ちの脈を見たが、確認できなかった。応急処置を行い、事故の10分後にはサーキットを出る。酸素吸入しながら病院へ。事故の38分後には病院へ到着し治療を開始する。しかし事故から約1時間後の17時50分、立ちは息を引き取った。21歳。強く胸部を圧迫されたことに伴う心臓破裂だった。21歳、あまりに早いし、突然すぎるわ。どうしてこんなことになったの？それまでの立ちの体調は特に問題なかったようだ。またマシンを開発した TRD 社で事故車を分析したがブレーキやアクセルに異常はなく、不明だった。コースも問題なし。かつて F1 が開催された国際規格のサーキットだ。係員の対応も迅速だった。事故当日に岡山県警も現場を捜査したが、事件性はないとの判断で引き上げている。以上を1点挙げるなら、GT はペアでマシンを走らせるためシートベルトはぴったりではなく立ちと野田秀樹2人が乗りやすいよう調整される。事故があった際、立ちにはやや緩めにシートベルトが装着されていた可能性があるそうだ。それは事故の重傷化を防ぐ改善点ではあるけど事故の根本的な原因に関わる話ではないわね。GT の事故でドライバーが亡くなるというのは現在スーパー GT へ名称変更した現在まで見ても立ちの事故が唯一の事例だ。事故後、立ちの師匠役であった鈴木圭一はあまりのショックにドライバーからの引退を発表した。以降はアドバイザーや監督としてレースに関わっている。また、立ちの親友だった荒誠治。前年に立ちがいた F3 トムスチームの1999年シーズン新ドライバーだ。事故からわずか10日後の開幕鈴鹿戦、荒誠治は立ちのカーナンバーを引き継いだマシンで走った。そして、なんと自身初となる F3 優勝を勝ち取った。これはみんなで勝ち取った勝利ね。荒選手、立選手、父野信秀さん。一方、フォーミュラ日本のチーム TMS は公認ドライバーに黒沢元春の息子、黒沢拓也を起用。黒沢は3位表彰台に上るなど活躍したが、第7戦富士スピードウェイを無断欠場したチームは以降のエントリーを剥奪され、その後解散している。無断欠場？解散？後味悪いのね。最後に、全日本 GT 選手権。立ちの公認には元 WGP500cc チャンピオン、鈴鹿8対4回優勝の経験を持つワイン・ガードナーが起用された。歴代最強のレジェンドライダーね。あの人四輪に転向してたなんて。開幕戦はチームとして欠場したが第5戦の富士スピードウェイでは優勝するなど善戦した。オフの間に立ち選手が一生懸命調整したマシンですものね。勝てて嬉しいわ。以上、今回はレーサー立ち慎吾の反省と、
あまりに突然だった全日本 GT 選手権オフシーズン中のテスト走行事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。